トイプラネット伊勢崎店さんのスーパー戦隊シリーズのコーナーに来ました。これね、ショーケースですね。割と最近のロボとか、あとは全合体系とかがあるんですけど、上の方にはね、結構新品っぽいのもあったりして、で、こっちに戦隊ロボめっちゃあります。もうキングオージャーからあるね。ブンブンジャーはあってもショーケース行きになっちゃうのかな、今はまだ。そして下の方の箱なし。僕は基本箱なしもいいなと思ってたんだけど、昔は。結構動画とかでも箱なしがいいって言ってたんだけど、最近箱の魅力にも取り憑かれ始めてきて、箱かっこいいなとか思ってて。ね、なんか最近箱のガチャガチャとか出てるじゃん、ガシャポン。だからやっぱ箱いいんだよなって思ってきちゃってますね。やばい。コレクター感が増しちゃうよ。僕はね、コレクターというよりも遊ぶのが好きなタイプなんだけど、でもやっぱ集めたい気持ちもあるからね。で、ここら辺ね、パーツ類とかも売ってるんですよね。ロボとか変身アイテム、そして武器のパーツだけとかでも売ってくれるんですよ。このパーツ壊れたとか、このパーツないって時とかにね、助かるんですよね。そしてここら辺はちょっと武器系とか、あと変身アイテムもあるね。古い系かな。これね、ゴーンウィングスなんですけど、これね、ゴーンウィングスの武器というか、移動手段にもなるんだよね。結構値上がってきてますね。そしてここら辺が100円コーナーというか、のキーアイテムのコーナーですね。定番のレンジャーキーめっちゃあるよっていう。これはキューブチーターじゃないの？多分。ジュオージャーのこのキューブウェポンのシリーズでもね、ほんと物によって出回ってる数が違う気がするんだよな。キリンはすごいいっぱい出てるんだけど、コウモリとかもそんなないし。もっと珍しいのもあるしね。これなんだっけ？これ大レンジャーだっけ？ちょっとあんまりわかんない。大レンジャーもね、ちゃんと全部見てなくて、最初の方しかまだ見れてないんでね。戦隊とかってもう2週3週とか見ないと全部把握しきれないとことかありますよね。逆にね、何十週も見てるメガレンジャーみたいなのもあるんだけど、メガレンジャーとか何週も見たのはなんだろうな。2、3週は結構いろいろ見てるんだけど、キラメージャーとかも。何十週とか見たのはほんとメガレンジャー、オーレンジャー、カーレンジャーあたりかな。あとはそんなに何十週は見てないかもしれない。あとゴーンジャーか、結構見たのは。これね、マイク。子供の頃のマイクで、まだ歯列矯正のつけてるマイクのソフビなんですけど、これね、安くて、これ実はね、今回ね、買ったんですよ。今回の戦利品。ツイッターにもね、画像をアップしてるんですけど、このマイク可愛くない？欲しかったの、前から。箱なしでいいなと思ってたら、箱なしで結構今回安く、600円ぐらいであったんで、買っちゃいましたね。で、マックイーン。多少ね、塗装汚れとかあったけどね。これね、上のね、カバーみたいなのが欠品してるね。で、ここら辺がまだまだ人気のパウパトロール。この前ね、フリーマーケットに出店した時に、パウパトロールのクッション出してたんですけど、確か一番最初に売れました。やっぱ人気なんだね。UFO キャッチャーとかであると取っちゃうけど、やっぱいらないなってなったりしたやつとかは、やっぱフリマとかに出すんですけど、そうそう。ねえ。パウパト人気だよね。マリオね。マリオも不動の人気だからね。あとグッズも言ってもそこまで多くないじゃん。だから、多いんだけど多くないっていうか、マリオにしては。だからね、人気だよね。で、パウパトロールのミニカーたちだ。かわいいね。これね、欲しくなるのわかる。で、大きいのが欲しい気持ちもすごいわかるし。なんだ。これね、ゴジラね。ゴジラの、この辺のゴジラって安いんですよね。今でも。価値が上がってこないというか、ずっと安い。これ悟空かな？スーパーサイヤ人になってるね。この辺はね、結構いろんな雑多におもちゃがあるんだけど、ミニオン。これ結構ずっしりしててね。ミニロボットみたいな感じなのかな。これポケモンの図鑑かな。ポケモン図鑑。ここにもミニオンたちいるね。今映画ね、結構話題になりましたよね。
それのおかげでグッズもいっぱい出回ってるけどね、今ね。これマリオのパックンだっけなんだっけね、マリオカートとかでこう出てくるよね。噛まれるとバーンってなっちゃうやつ。さあ、こっちにね、ドンブラザーズとか、武器系、変身アイテム系がごっちゃにある感じかな。変身アイテムが武器になるパターンも結構あるからね。これ、獣王、イーグルじゃなくて、獣王バードか。で、こっちは普通の獣王ジャーの変身アイテムですね。なんだっけ、キューブチェンジャーだっけ名前、正式名称。あんま本編でキューブチェンジャーとか言わないからわかんないんだよね。タイムレンジャーとかはさ、クロノチェンジャーってってさ、あとダイノバックラーとかね、わかりやすければいいんだけどね。銃撃棒とかね。アバレンジャーだ。アバレットがね、最近は今、ウルトラマンに出演してて大活躍してますね。隊長役なんですよね。さっき言ってた10レンジャー。プレ版かな風来丸。そしてこっちの方に来ると棚の側面ですね。仮面ライダーと戦隊のソフビ、800サイズのソフビがあって、こっちはね、別の動画でやったんですけど、ウルトラマンシリーズのコーナーですね。で、仮面ライダーコーナーもあってって感じ。これはデラックスキングガブリカリバー。こんなんあったっけ？覚えてないわ。恐竜じゃ一応全部ね、レンタルビデオで当時っていうか、だいぶ前に見たんですけど、なんかね、後半ね、めっちゃまとめて借りて見てたんだけど、後半見る時に体調崩しちゃって、熱とか出てるんだけど、レンタルの期限があるから見なきゃって一生懸命見た記憶が、いい思い出がありますね。いい思い出なのかな。そしてこっちね、プラモデルコーナーとかね。で、フィギュアコーナーとかにもね、続いていくんだけど。爆豪だ。これ最近のやつじゃない？デク。これは3作目の映画のやつかな。これは B 賞の爆豪。で、雷くんとかね。ヒロアカもね、なんかジャンプでは完結してるし、アニメもだいぶ進んで、僕も最新話までいつもね、アマプラで追って見てる。アマプラだから最新話の1個前か。結構追って見てますよ。もう今、見れる範囲は全部見たかな。ワンピースのフィギュアとかも最近物によっては500円以下で買えたりするんでね。で、ここがドラゴンボールフィギュアコーナーですね。よく見る系がちょっと多いかな。あんまり数なかったね。やっぱ売れるんだろうね。この前僕もフリマでドラゴンボールフィギュア3つ出したんだけど、3つとも売れちゃった。本当はね、あんま売りたくなかったんだけどね、あれは。ちょっと置き場の関係で仕方なくっていうところで。これは、重工 B ファイター。重工 B ファイター。今度なんか新しいさ、B ファイターのB ファイターブルースタットかの武器かなんかがプレ版で出ますよね。マジンガー Z かな？グレートマジンガーどっち？マジンガー Z は僕ね、ちっちゃい頃に東映チャンネルっていうケーブルのチャンネルで見てたんですよ。結構見てた。マジンガー Z、バルム1、機械だ見てたね。順番だとマジンガー Z、機械だ、バルム1っていう朝ね、30分ずつやってて、1時間半毎日ね、幼稚園行く前、アニメ見てたんですよ、僕。朝6時ぐらいからかな。ドラゴンボールだ。機械だは途中から01に変わったんだけどね。スパイファミリーとかね、最近 NHK でやっていた、海外のパリか、フランスのパリで人気の漫画とかをね、特集してたんですけど、やっぱスパイファミリーとか、鬼滅の刃とかも人気みたいで、まだまだ。このフィギュア持ってるんですよ。僕、フリマに出したわ。UO キャッチャーで、なんか取れやすい台だったんだけど、でもなんか1000円ぐらいかけて取ったのかな。それをね、500円ぐらいで出してるっていうね、赤字じゃんっていうやつやってますね。UO キャッチャーで僕下手だから取れそうな台があると、もう欲しくなくてもやっちゃうんですよ。取れることが楽しいっていう。箱なしフィギュアのコーナーですね。
で、こっちトレーディングフィギュアとかトレフィーみたいなとかガチャガチャのフィギュアとかあったりして、中には100円とかも結構あるんで、ここら辺からお宝を探すのが僕は伊勢崎店さんのぶっちゃけ一番おすすめのコーナーですね。ここかミニぬいぐるみのコーナー、100円コーナーかが僕のツートップで伊勢崎店さんではおすすめのコーナーかな。あ、なにこれ懐かしのモームスとかをさ、なんかフィギュアにした時こんな感じだったよね。ここね、結構いいのあるんですよ。今ガチャガチャとかも高いじゃん。400円とかするから、それが100円とかで買えるのがいいかな。ここでボトルキャップね、仮面ライダーのでしたね。台座もついてて、なんかセットになっててすごかった。ちょっとビニールしてあるから見づらいけど、仮面ライダーだったと思いますよ。あ、これあれじゃない？なんだっけ、ラプンツェルの人かな。フリンライダーだっけ。あ、またゴジラいるじゃん。アメリカのね。これ安いんですよ。300円とかで買えちゃうんですよ。で、おもちゃとしてはいいと思うけどね。まあ、ソフビじゃないけどね。で、メタコレのね、レイ。めっちゃ200円で大量にあるんで、ぜひ欲しい方は、ここに行けばいくらでも買えますよっていう。で、ここも箱なしフィギュアで、この辺も結構ね、新入荷とかでいいのあるんだけど、これ X だ。クリアラーメンだ。しかも300円で安くない？やっぱね、呪術界、だから、海外でやっぱね、デモンスレイヤーっていう呼ばれ方する鬼滅の刃がしてて、すごい人気みたいでしたね。あとはやっぱり、ドラゴンボールとか、進撃の巨人とか、ワンピース、ナルトとか、人気みたいね。オーブダイナ。あ、こっちは500円なんだ。ちゃんとね、台座もついてるし、いいんじゃないかな。仮面ライダー。誰？ゼロの違うの誰だっけ？こっち電王だね。あ、神様に捕まってる。神様といえば、まるでダメ太郎っていうこち亀に出てくるロボットは、りょうさんのことを神様って呼んでるんだよ。りょうさんが呼ばせてるんだけどね。あ、雷くんだ。雷くんじゃない。霧島くんだ。これね、結構、なんか、色ありと色なしがあるから、金色バージョンと。これはね、なかなかいいと思うんですけどね。僕はもう持ってるから買わないけど。こんな感じでおすすめのコーナーいっぱいあるんで、ぜひ、皆様ね、行ってみてください。ということで、今回の動画も以上です。チャンネル登録とコメント、評価ボタンも押しておいてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。バイバーイ。